どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。僕のインスタをご覧いただいている方はね、もしかしたらお気づきかもしれませんが、最近うちにね、このビカクシダがちょっとずつ増えてきています。まだね3株なんですけど、まだ3株あるんですけども、今ねこのドローアラインにかけてるんですけど、この真ん中のリドレーですね。はい、こちらのめちゃめちゃいい形のリドレーなんですけど、このリドレーをスタンドに吊るしてこうテーブルに置いたりとか、あとこう後ろの棚にね立てて置いたりとか、そういう風にできるそういったねビカクシダスタンドが欲しくていろいろ探してみたんですけど、ちょうどいいねビカクシダのスタンドが売ってなかったので、今日は DIY で自分でビカクシダスタンドを作ってみようかなと思っています。スタンドのイメージとしては、うちのインテリアに合うようなダークブラウンの木の台座にブラックのアイアンのアームといった感じにしたいなと思ってます。 DIY に使うパーツをこんな感じでホームセンターで買ってきました。まずこちらが木の台座ですね。結構厚みもあって重さもしっかりある木の台座と、あとはこれパイプ、水道管のパイプなのかな、パイプがこういう風にパーツでね分かれて売っていたので、ちょっとこの長いものだったり、あとそれをジョイントするこう T 字のものとか、あとは先端部分を留めるこの蓋みたいなものであるとか、あとはこの大事な台座にくっつけるパーツ、ネジ3つで留めるもの、こういったものと、あとはビカクシダの板の背面に当てる支えみたいなもの、こういったものとか、あとはこれ L 字のものですね。こういったパイプがねいろんな種類が売っているので、これ全部2分の1のネジでつなぎ合わせることができるので、これらをつなぎ合わせていってアームを作りたいなと思っています。あとさっき言った通り、色はうちのインテリアに馴染むようにダークブラウンの台座に、あとはブラックのアイアンフレームのアームという風にしたいので、まずねこちらですね、和紙ペイントの水性ウレタンニスってやつで、カラーは艶消しエボニー、この色がね一番好みなので、これを使って台座を塗っていって、でアームをねブラックにしたいので、こちらのアイアンペイントというもの、これねすごい良くて、ポン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 とね筆で叩くように塗ってあげれば、粉体塗装されたアイアンみたいな質感に早変わりするというね、すごい塗りやすくて綺麗に塗れる、そういったねアイアンペイント、こちらを使ってアームをね真っ黒にしていきたいなと思います。今ねアームはこんな感じでシルバーなので、これを真っ黒にしていきたいなと思います。パーツは全部合わせたら3000円ぐらいで今回収まりますかね。これらを使ってこのリドレーのビカクシダスタンドを作っていきます。はい、まずこの台座にこのスタンドの重要なネジ止めするパーツ、これをくっつけるんですけど、それの中心点を先に書き込んどこうかなと思います。どこに留めるかね決めたいと思います。大体でいいかなと思ってるんで、15.6 ミリなので半分で 7.8 ミリかな。点を打ちます。 7.8 ミリで、あとはそうだな、中心になる部分を5センチのところにしようか。この後ね研磨するんで、中心点だけ潰れないようにここのところだけ穴を開けて印をつけておこう。あくまで目印の穴、ここね。じゃあこれを研磨していきます。240番のサンドペーパー、これで研磨していきます。目が結構細かいやつですね。本当はここにね金を巻きつけてねやるとやりやすいんだけど、その木が見当たらないので、まあこれでもできるんで研磨します。表面をある程度滑らかにする作業。はい、綺麗になりました。じゃあこれねもう先ペイントしちゃおうかな。はい、研磨したんで次これをねペイントしていきます。これ2度塗りぐらいしたいんで、この和紙ペイントで2回ぐらい塗りたいんで、とりあえず1回塗って、で乾かしてる間に他の作業をねしていきたいなと思います。じゃあ塗っていきます。よいしょ。ああ足りるかな、いけるでしょう。これに移して、普通のハケですね、これで塗っていきます。
まあそんな難しくないというか、結構適当にいつもやってます。この艶消しエボニーすごいいい色なんですよね。植物棚とかちょっとしたシェルフとか全部これでやってる。うちは部屋の中でも同じ塗料で統一して DIY すれば当然ね統一感も出るので、そういう意味でもなるべくお好みの色を見つけたらそれを使い続けるといいような気がしています。両面塗れました。底面どうしようかな。底面見えないから余ったら塗ろうかな。足りなくなったらちょっとシャレにならんでね。一通り塗れましたので一回これで乾かしていきます。でこれを乾かしてる間にパーツを組んでいきたいなと思います。ただねパーツを組むといってもこれパーツ組むのもめちゃめちゃ簡単で、ちょっとこれらをつなぎ合わせるだけなんですよね。ちょっとネジ止めするとき力いるかもしれないんで、グリップ力を高めるためにガーデニング用の手袋ナナズファーム、こちら使ってやっていこうと思います。まず台座にこれでネジ止めしまして、その上にこれを高さを出していく感じですね。しっかり止める。よし。はい。でさらにここにこれをつけたいので、そこにはねこの T 字のパイプをつけます。よし、完璧でもう一本、これが20センチだったかな。20センチのパイプ2本を T 字のパイプで連結させる。よし。これなんで T 字をつけたかというと、最初にも言ったけど、このビカクシダの板を後ろから支えるこういったプレートをつけたかったので、これをここにつけるために T 字にしました。でこうすることによってスタンドを立てた時にビカクシダをここにかけた時に後ろにね当たらない、ブランブランしない、ちゃんとここで止まってくれる、そういったパーツで、先端に今度は L 字のパーツをネジ止めします。全部この2分の1ネジで止まるからこれがね楽ですよね。でここにちょっと長さを出したいので、これが5センチってやつかな、これぐらいのパーツをつけて、で最後ここがね今こういう風に開いちゃってるんで、ここ蓋するパーツもね売ってるのでこれをつけます。はい、こんな感じでアーム部分を作りました。なんかイメージできますかね。このリドレーがここにこういう風に引っかかるということですね。でこれ後ろ支えるものがあるのでまっすぐになると、ある程度まっすぐになると、こういうスタンドにしたいなと思ってます。もうだいたいイメージできますよね。いやめちゃめちゃいい感じになりそうだな。これワクワクしてきた。でこのね色が今シルバーなので、こっちはこっちでブラックにねペイントしていきたいと思います。はい、ではこちらのアーム連結終わったのでこれを塗ってきます。このアイアンペイントのこのブラック、これを使ってね塗ってきます。これを塗っちゃえばねもう粉体塗装したようなマットないい感じのブラックになるんで、これ塗っていきます。よし、これでいいでしょう。こうしよう。これで作業していきます。で今隠れてる部分は最後に塗ると。はい、じゃあこれ塗ってきます。こんな感じの、普通のちょっと粘度の高い塗料なんで、これをねこうポン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 と塗っていけばいいんですね。めちゃめちゃ簡単。こうやって塗っていくと粉体塗装になるわけですね。今回ねこういう動画を撮ってみたけど、ビカクシダスタンドの作り方っていう動画どれぐらいの人に需要があるんだろうっていう気が今更しているんですけど、誰かの役に立てたらいいなぐらいな感じで撮ってみます。こんなやったらあれだけど YouTube 再生回数であんま気になんなくなってるっていうかもう好きなことやって撮れることを撮って見たい人に見てもらえばいいみたいな、そんな感じになってるんでね、すいませんね。
もしかしたら需要全然ないかもしれないけど、まあ一回再生でもされれば僕以外の誰かにニーズがあったっていうことかもしれないので、まあそれはそれでいいんじゃないかなみたいな気持ちでやってます。いい感じだ。このペイントね、割と乾くのも早いんで作業もしやすいんですよね。さあ一旦こんな感じで、あとは今設置しちゃってる分は乾いたやろうかな。はい、ちょっとじゃあこれで乾かしておきましょう。アームのペイントをしてるうちに台座の方がね乾いてきたので、こちら2度目のペイントしていきたいと思います。2度塗りでいいかな。2回塗れば多分大丈夫でしょう。塗ってきます。いい感じですね。ちゃんとね、目印の穴も塞がってないんで、ここに後で台座を取り付ければ OK。完成形が見えてきましたね。はい、こんな感じで、こちらももう一度乾かします。だいぶ乾いてきたので、この塗り残し部分塗ってきます。OK。よし。ここも塗れたのでね、乾かします。はい、この台座とアームがね乾きましたので、これをねここに固定していきたいと思います。こういう感じでアームがつきます。この支えがちゃんと正面になるようにしなければいけないので、あとこの上のね L 字が正面にならなきゃいけないので、正面向くようにこの位置をね決めたいと思います。はい、こんな感じかな。ずれないようにしたいんで、サインペン油性マジックで印をつけて、ここにネジ止めするよというね印をつけましょう。で、ここに一応下穴っていうんですかね、板が割れないように穴を開けてからネジ止めしようと思います。これがなんかここに当たっちゃってうまくいかないんで、この手動のねドライバー、これでいきます。あれ、下穴ちっちゃかったのかな。全然入らんの。下穴ちょっともうちょっと開けた方がいいのかも。よし、こっちでいこう。穴もちょっと大きくなったんで、これでもう一回電動ドライバーでいけるかもしれないんで試してみましょうか。仮止めもさっきよりはちゃんと抵抗はあるけど、指でも一応回せるぐらいの緩さにはなりましたね。さっきはもうびくともしなかったから。さあ、これでいけるといいな。だけどこれでいけそうだな。引っかかりながらだけど、どうにかねじ止めてきてますね。よし。大丈夫。ついた。よかった。無事に台座にアームの取り付けできましたね。めちゃいい感じになったぞ。じゃあ早速ここにねリドレーを吊るしてみたいと思います。おお、いやこれ完璧でしょ。
はい、そういったわけでビカクシダスタンドがね完成しました。リドレーを早速飾ってみましたけど、めちゃめちゃかっこいいですね。かなりイメージ通りに作れたんじゃないかなと思ってます。結構ねネジ止めの部分若干苦戦はしたんですけど、でもねそれ以外はほとんど特に問題なくイメージ通りね作れたんじゃないかなと思います。はい、そういったわけで今日はビカクシダのスタンドの DIY をやってみました。ゆるっとしたね Vlog みたいな感じの動画になったかもしれないんですけど、最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。